やばいかもせん。無理や。ついに表情がありました。やったねマジで。1回目の塗装が乾いたんですが、やらかしました。はい。はい、ついにもうこの時が来ました。私たちの長く続いたキャンピングカープロジェクトなんですが、最後の塗装でございます。はい。もうこの白いハイエースは見納めになります。まあね、当初塗装する予定なかったんやけどね。やっぱやってると欲が出るよね。はい。でね、私たち DIY ずっと横浜にあるシェアガレージモビラボさんを利用させてもらってたんですけど、そのモビラボさんがね、ちょっとスプレー塗装がちょっとできないガレージになるので、今回私たちのお友達が新たにオープンされた岐阜の86ガレージさんに来させてもらいました。はい。お言葉に甘えてねいろいろと準備されてるところなんやけど、めちゃくちゃ素敵なガレージで、はい、第1号のお客さんでございます。なんやったらね、主よりも先にここで何かをやるっていうなので早速塗装していきたいと思います。はい。じゃあね、今回の手順を説明していきたいと思いますが、もうね、めちゃくちゃ調べますよ、わかんないから基本的に今回使うのが宝塗料のビスケットっていう水性塗料を使っていきます。で、宝塗料さんの説明書を見ている限りだと、やすってで脱脂して、でもうこれを筆で塗っていくって感じなんだけれども、まあいろんな人のをね見ていて、まあちょっとやっぱりなんていうのかな、綺麗に塗りたいっていうのと、長持ちさせたいっていうのがあって、まあそれでいろいろ調べてたら、まあこの方法に行き着きましたっていうので、今回それでやっていきたいと思います。で、やり方としては、まず足付け、やするのはちょっとね今汚れてたりもするから、このクリーナーシャンプーを使って、600番のこの研磨パッドでゴシゴシやっていきます。で、これで足付けしていって、だから足付けと洗浄を一緒にやっていく感じかな。それが終わった後、見てください、こっちがいろいろ並んでるんだけれども、洗ってった後にこのシリコンリムーバーで脱脂を、塗料が乗りやすくします。その後、下地になるバンパープライマーとプラサフっていうのがあるんやけれども、バンパープライマーはこっち側の、言ってしまえばなんていうの、樹脂みたいな方の部品に使うもの、でプラサフはこっち側、車体やね。車体の方に使います。で、これは次に塗る塗料が剥がれにくくするために塗ります。で、基本的に4回塗り、大変ですよ。大変やな。4回塗りで、なんでいっぱいこのプラサフとバンパープライマーいっぱい買ってあります。今回ね、色をつけるのが、ラバーチッピングとマットブラックと、あとは普通のブラック、まあツヤありブラックだよね。さっき説明したビスケットがあるんだけれども、これをどう使い分けるかはこれからのお楽しみ。そうだね、出来上がってからというところで、塗装はペンキ薬を使います。どうなんだろうね。これいいっていうね、評判を聞くからね。楽しみ。で、こいつですよ、見てください。このね、買っちゃいましたね。買っちゃいました。オーバーフェンダーっていうのと、あとはハイエースのロゴ、ロゴのエンブレム、あとこれね、後ろのミラーのやつ。あ、そうだね、ミラー取るからそれ塞ぐねんな。やっていきましょう。足付けから。頑張りましょう。結構黒いね。ねえ、汚れも一緒に落ちてるから、ああ。でもマジでどこまで傷つけられていいのか分からない。ねえ。見てください。やすりました。やすりました。ただね、これ86ガレージのオーナーに甘いと、こんなんじゃないよと、ちょっと今から実演します。お願いします。白の下のあれが出てきましたね。これが目指すべき足付けの。まあただね、ここまでいかなくても大丈夫は大丈夫なんですが、まあ、本人たちがどこまでするかというところで、どこまでしますか。目指しましょう。真っ黒に回しようか。し
かもこれね傷ついてるように見えてサラッサラなんですよね。そうね。これがマジでここまで持ってくと宝塗料でも取れないらしい。なるほど。すっごいよこれ。気が遠くなるけど、まあまあまあここまで来たんでね。すごくない？すっごい綺麗よこれ。すごい綺麗なね。でもさ、分かりやすいね。わかりやすいわかりやすい。マジで白のハイエース買う必要なかったよね。ほんまに思っもったいなた。ねえ、白やからちょっと車体高くなったからな。はい、でちょっと気を取り直して、まずね部品関係取っていきたいと思います。これもね取った方が擦りやすくなるみたいなのでやっていきます。もうまんべんなくやすってこう。はい、頑張ります。よいしょ。やっと取れた。大変。大変やな。大ごとやな。もう取れた取れた。あ、こいつだ。このネジだ。あ、だいぶ出てますね。じゃあ無事部品とかも外し終わって養生も終わったからやっていくか。やっていこう。はい。150の研磨剤買ってきたんで、目指すは全面これ。はい。頑張ります。頑張ろう。はい、頑張ります。マジでこれで変わるからね。そうだね。やろう。やばいかもせん。全然。全然いかんや。削れてはいるんよ、ほら。無理や。あ、こっちの方が削れるわ。ああ、そうなんや。やっぱ80じゃないけど無理かな。へえ。はい、ちょっとね手でやってたんですが、もう多分半年ぐらいかかるので、ホームセンターでサンダー借りてきます。はい、なんでちょっとサンダーでやりたいと思います。で、どこまでやるかなんですけど、サンダーで削った後にさらに手で削ればここまで削れるんですが、ここまですると多分あと4ヶ月ぐらいかかるこの周り見えるかな。ちょっと見える見える。ちょっと違うもんね。なんかここが多分元々のボディの色で、これサンダーで削った後はこんな感じの色なんですけど、ここまで持っていきます。後でねプラサフっていう塗料を塗るから、ここが削りすぎの分には問題ないみたいなので、はい、ちょっとサンダーと手を駆使してここまでやっていきたいと思います。ちなみにね、これ素手で触るとね、ここはもうザラ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 で、ここもすごいスルーツルツルツルって感じだから、まあザラザラザラになるようにしましょう。はい、ここまで持っていきます。
左側と右側で分かりやすいね。わかりやすい。こうやって見るとちゃんと削れたんやなって。ねうわ、来た。すげえ。すごいね。綺麗。昨日おとといと2日間かけて足漬けができました。多分いい感じなんじゃないかな。どう？いや、いいよいいよ。ね、もうだいぶ光沢もなくなって、なので次はこの600のヤスリで洗車していこうと思います。はい、大変やで。大変。はい。なのでちょっとヤスリ洗車というところで。いや、このね、足漬けが一番重要やからね。ついで養生。ね。頑張ろう。頑張ろう。はい。まずは天井から。頑張ってくれ。ほら。ついに養生終わりました。大変やったね、マジで。はい。で、この後はこのシリコンリムーバーで脱脂していきます。ここから早いって聞いてるからね。噂にはね。噂には。なんで。無事脱脂もできたので、続いてはい。やっていきます。いっぱい。これ4度塗り？4度塗り。はい。すぐ乾くんやな。一回やってみていい？いいよ。色あんま変わんないやろうね。ね。ちょっとわかりやすそうなとこ。この辺とかちょっと。押すんでいいかな。押すで。全然わからへんよ。これを4回ぐらい。そう、それを4回。はい。じゃあちょっとやっていきます。だから最初はそんなにプシュープシュープシューで大丈夫。で2回目もまあずっとそれでやってればだんだん白くなっていくと思うから。分かった。はい。ちょっとこんな感じ？そんな感じそんな感じ。昨日ね、夜かかってプラス全部塗ったから、今日は一回線のヤスリでやすっていきます。はい。そんなに強く休んなくていいみたい。なんか表面のあれを取るような感じかな。そんなもんでいいかな。そんなもんでいいよ。故郷まで近づいてきたよ、やっと。ねえ。もうすぐだよ。ねえ。見納めだよ、この白とも。ほんまやな。貴重な白のハイエースやな、この色。ね。ちょっとこういう風に奥かかっちゃったところは、少し
強めに平らになるように、強めに。凹凸がなくなればいけるのかな。うんうん。ついに塗装です。来たね、この時が。来ましたペンキやった。なんかいろいろついてる。じゃあついにはい車がこの色になります。はい。よいしょ。おー、楽しみ。ねえ、ビスケット色。はい。水。あ、いい感じ。あんま入れすぎた。よいしょよいしょよいしょ。オッケー。じゃあついに運命の一瞬です。はい。はい。あ重要だよこれ。ー、もうこのフェイスになるんじゃなんか考え深いわ。うん。いきます。はい。いいやん。やばい。いい？うん。1回目の塗装が乾いたんですが、やらかしました。はい。大失敗です。でこっちはいい感じ。1回塗りってなんかこんな感じのちょっとまばらな感じがねいいみたいなんですが、一発目に塗っちゃったところが、はい。見てくださいよこれ。ひどいよ、これは。最悪で、原因はスプレーを近いところでやりすぎたっうん。ていうのかなと。あと長かったんやろうな、おそらく。なのでどうするかっていうと、これをやすります。はい。はい、全部やすってやります。ほぼ元の状態に戻す感じだな。そうなんだ。まあ、ちょっと白い部分が見えるぐらいで、でこっちの方も結構ちょっと濃いんやけど、この分にはまあ大丈夫なんじゃないのかなっていうところなので、まずはこれをやすってから二度塗りというところで無駄な作業が増えます。やろはい、皆さん塗装するときほんま気をつけてください。なんかこれぐらいでやってたんやけど、これぐらいでいいみたい。う。ね。結構話すね。感じで。ね。なのでやっていきましょう。もう頑張るしかねえから。リアルにやすりいるんじゃん。そうだ。うでもさ、多分あれだと思う。薄いからすぐ削る。ん。伸ばして削るのというよりもあれなんかな。よくないかな。よくない削るよくない。うん。今二度塗り終わったんですが、はい。やらかしました。2回目もやらかしました。これはすごいいい感じ。ねはい。なんですが、見てびっくり。見てくだひどいね、これは。さい。雨に打たれとる。で、こうなった原因は、こう一発目に塗ったんですよ。で、ペンキを薄めすぎたっていうのが原因で。あれやんな、なんかペンキ役についてる計量で20秒から35秒ぐらいだったらいいですよの20秒でいっちゃったよね。薄くてで、宝塗料の 0% から 15% 薄めてくださいの 10% でいったよな。そうただ緩かったんそうで、最初がだいたい 5% 強ぐらいの
感じやったよな。5% でいこなので乾いたらまたここをやする作業からもう二度とせえへんと思ってたんですが、でも塗料が薄いから1回目よりはマシなんじゃないのかなって思って、1回目より早く乾くと思う。薄いからね。なんで皆さんも気をつけてください。塗料の希釈、めちゃくちゃ重要です。やってみて。おそらくね、失敗するであろう失敗を全部していってますから、だから大きいバケツ買ってそこにもう宝塗料ぶち込んで、で水ぶち込んでもう一定の希釈でやった方が良かったな。勉強になります。良くなりそう。でもなんか良くなりそうな感じ、重ねていけば。なんとかガラスは無事だ。油断するとそれがガラスにつく可能性あるからね。いいやん、ガラス出てきて。ついに黒に来ましたよ。はい、黒に染めましょう。薄めてよかったかも。結構濃度が濃いよ。いきます。はい。緊張。いきます。はい。もうちょっといっていけそうやけど、わからん。いけるか。もうちょい端から端まで綺麗に入れた方がいい。ここからそうこからもうその距離からこうやってこのテープ姿勢でここの角度までいくよ。じゃあこの下はラバーチッピングでやりたいと思います。よし、どんな感じになるかな。緊張やな。綺麗やからな。綺麗、めっちゃ。いきます。はい。うわ、めっちゃいい感じちゃう？いい？あ、いい。いい感じ、いい感じ。思い描いてた感じ。ね。ツルツル点よりこのぐらいの方がね。そういいなって感じだったから。いいやん。
うん。緊張する。上まで行ってたら最悪やで。ね。やばい。バチバチかっこいい。やばー。めっちゃかっこいい。いいやん。めっちゃかっこいい。かっこいい。いいね。ほんまにかっこいい。いい感じ。外れたらショックやな。まあいけるでしょ。じゃあ左？ここでいい？うん、全然大丈夫。いいんちゃいますか。いいね。かっこいい。これだけ結構ね、光沢のある黒にしたから。磨けば磨くほどどん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 綺麗になってくる。無事終わりました。すごい、めっちゃ頑張想定のね2倍ぐらいかった。いや、ほんますごいよ。頑張ったよ。頑張った。ただね、めちゃくちゃこだわった。ね、愛着もめっちゃあるし、よかった。綺麗にできたわ。ね、これでキャンプ行くのめっちゃ楽しみだわ。めっちゃ楽しみ。やったね。ね、うん、ルームツアーも楽しみだね。ね、うん。はい、はい、今回ね、本当にお世話になった86ガレージの主に来てもらってます。ありがとうございます。はい、こんばんは。ガレージの主です。本当にありがとうございました。よくできました。本当に素晴らしいです。ありがとうございます。ね、いろいろ困った時にね、的確なアドバイスをもらってめちゃくちゃ助かりました。本当にありがとうございます。こちら86ガレージでは、キャンピングカーの DIY についていろいろと軽トラックだったりハイエース等も作成しているので、ぜひチェックしてみてください。はい。はい。しかもね、この86ガレージのあるさんね、はい、めちゃくちゃ面白いショートを上げていて、TikTok、YouTube、インスタ、はい、上げてるんで、ぜひ皆さんも概要欄に載せとくんで、はい、チェックしてみてください。もうめちゃくちゃ面白い。私が今一番推してるショートです。いや本当にね、
明るいオーナーだったから、もう私たちも最後まで明るく頑張れて本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。はい、じゃあ本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録で応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。